物生きされ忘れ去られゆく最初の鐘はどこにいるのか、あなたの初心はどこにあるのか。はい、いつも仮面チューブをご覧くださいまして誠にありがとうございます。本日もよろしくお願いします。はい、前回に続きですね、沖縄亀センターさんというめちゃくちゃ琉球山亀に密接した近い存在のご活動をされている組織と、今質問をさせていただいているんですけれども、今回はですね琉球山亀さん自体について、情報をいろいろお持ちだと思いますので、ちょっと貴重な情報を質問させていただけたらなと思います。すいません、あやさん、引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。では早速ちょっと質問させていただきたいんですけれども、琉球山亀さん自体の質問なんですが、琉球山亀さん、ちょっとググっただけでは、減ってるよ、絶滅危惧種だよ、みたいなことはすでに出てはくるんですけど、それ感覚的にしかわからなくてですね、これなんで琉球山亀さんって減ってるんでしょうか？はい。土地開発による生息地の減少、密猟、ロードキル、他の動物からの捕食などと言われていますが、これを証明するようなはっきりとした研究やデータなどはまだありません。なるほど。要するに、どのくらい土地開発の工事によって琉球山亀さんがいなくなってしまったのかだとか、どのくらいの琉球山亀さんがその場から悪い人とかに奪われてしまったのかだとか、あとは交通事故ですね。何匹の亀さんがどんなタイミングで何匹交通事故に遭ってしまったのかとか、そういった具体的な数値が、まとまった数値が今のところまだないということですね。なるほど。そういうふうに、でも、徐々に総合的にそういう現象が起きていくにつれて、やっぱり琉球山亀さんが減っていくっていうのはやっぱり心配なんですけど、そうなってくるとやっぱ産卵数だとか、そういうのがね、気がかりな部分なんですけど、だいたい琉球山亀さんの産卵数って2個から3個とかですよね。そうですね。飼育下では2から3個と言われていますが、野生下ではまだ分かっていません。それもそうなんですね。なるほど。これ琉球山亀さんのそっくりさんのステングラ山亀の例をちょっとイメージして、ちょっと聞いてみたんですけれども、ステングラ山亀って、だいたい1回の産卵で2個、で年間で言うと4個産んだりするんですよね。で、だいたい琉球山亀さんも体型とか似ているので、だいたい同じくらい産むんだと思うんですよ。だいたいね、亀さんってね、大きさとか厚みとか幅とか、そういうので、はっきりとした数値があるわけじゃないんですけど、私が飼ってたりとか、そういう知識とかの範囲で言うと、結構体型とかで決まってくるんですよね。ちょっと極端な事例で言うと、プラテミスヘリクビガメってめちゃくちゃぺったんこな、亀ちゃんいるんですよ。その亀さんとか1個しか生まないんですよね。だからそういうふうに総合的に考えても、少ないんだなっていうことは、想像できますし、琉球山亀さん10年スパンで考えたとすると、4個産むとして、40個の卵を産むわけですよね。で、そこから、ベビーが生まれて、で、生成熟6年間、くらいですかね。6年間ぐらいで生成熟するとして、その半分が、メスだったとして、で、そのメス亀さんがまた卵を産んだとしたら、50匹はね、どんどん生まれていくような単純計算ですけれども、なると思うんですよね。何が言いたいかっていうと、最初の1匹がいなくなってしまうと、その後に反映されていく琉球山亀さんたちの未来が全くなくなってしまうっていうことなんですよね。参考に言うと、日本石亀とかだと、6個から12個産む感じなんですけど、琉球山亀さんの方がずっと少ないですよねっていう話ですね。
いやー、なかなか減っていってしまうっていうのは、もう全然なんか容易に想像できちゃうなっていう感じで、やっぱり具体的な数っていうのがやっぱりちょっと心配になってくるんですけど、すいません、長くなってこっちの話が長くなっちゃってごめんなさい。はい。で、具体的なその数っていうのがちょっと心配になってくるところなんですけれども、沖縄本島の琉球ヤマガメの数ってどのぐらい把握できているんでしょうか？はい、個体数に関する調査はいくつかありまして、例えば1978年の研究では、地元の研究者が沖縄の北部と中部の複数の地点で最大42頭を発見したと報告しております。で、2015年の5月から10月にかけて行われた調査では、沖縄本島と久米島で12頭を目視で確認したとのことでした。そして、大谷さんと遠山さんがずっとやられている調査で、沖縄本島北部で実施した捕獲標識再捕獲調査ですが、2003年に、途中の結果が報告されておりまして、この調査では 2.7 キロ、平方メートルに及ぶ一つのフィールドで302頭の琉球ヤマガメにマーキングされました。当時の個体数の推定は行われませんでした。で、2年間で数キロの範囲で、302頭っていうのは多いように思えるんですが、これがどこの場所でもこのような数値なのか、ここが特別なのか、他の場所で同様の調査をしていないため分かっていません。なるほど。初期の調査っていうのは、割と目視での、調査っていう感じだったんですね。はい。なるほど。その、数十年後、1回目の目視での確認の数十年後に、確認したところ、久米島で12頭、沖縄本島で12頭と、ちょっと減ってるなっていう感じですよね。最後の調査範囲を設定しての調査っていうのは、頭数確認ができているっていうことですけれども、最後の大谷様と遠山様の調査によるものから考えると、やんばる全体で言えば数千匹、数万匹いるのかなっていう感じですけれども、でも調査しやすい場所だったりとか、琉球ヤマガメさんが生息しやすい場所、しにくい場所、外敵がいる場所、いろいろあると思うので、一概には言えないかもしれないんですけれども、環境省の2015年の八重山石亀さんの、推定の数が3万匹っていうことでしたけれども、八重山石亀は結構水の中に、生息している亀さんなので、自由に割と反映していけそうですけれども、それでも3万匹になっているということなので、琉球ヤマガメは陸上にいるわけなんで、やっぱ外敵にも狙われちゃったりとか、密猟者にも狙われちゃったりとかするわけなので、最悪数千匹とかっていうこともなくはないですよね。ちょっと心配だな。それで、実際の調査をするときなんですけれども、琉球ヤマガメさんとその頭数を把握する方法っていうのは、どんな方法を取られてるんですか？はい。琉球ヤマガメを捕獲して、甲羅に穴を開けて、水中エポキシという物質でマーキングする方法をとっております。このようにマーキングする方法は国内外で行われている事例がありますし、この穴から健康被害が出たという個体は今のところいません。で、エポキシが落ちて穴が塞がっている個体が何度か確認されています。で、個体識別することで何がいいかというと、重複でカウントすることを防ぎます。また、マーキングした個体をリリースするので、その後発見した時に何年生きているか、でどのように成長しているかなどがわかります。で、現在は一つの場所で調査を行っていますが、統計にはランダムサンプル数が必要なため、今後はこの同様の方法でいくつかの場所に拡大できればと考えております。要するに穴を開けて、接着剤を注入して固めて、それを目印にするっていうわけですよね。やはりそれにしても健康被害って確認されたことないんですね。
いや、よく日本石亀とかで確か同様の方法を確か取られてたと思うんですけれども、よくね、ネットとかで見てたりとか、なんか、密売されている、なんか写真とか見たりして、なんか穴が開いてるとかね、見たことあるんですけど、結構心配だったんですけど、健康被害結構ないのに加えて、しかも治っている傾向というか、肉が組織がこう埋めてると思うんですけども、修復されちゃっているカメさんもいるわけですね。へえ、それは意外ですね。意外でした。すいません。はい。なんかちょっと思い込んじゃってました。すいません。はい。ということで、一回手元に陸山亀さんを置いて、穴を開けて、注入して、固めて、で、その穴の組み合わせで、個体識別、この間のこの琉球山亀さんだよ。昨日の琉球山亀さんだよ。こことここに穴が開いてるから、昨日の琉球山亀さんだよ。こことここに穴が開いてるから、一昨日の琉球山亀さんだよ。そんな感じで識別しているわけですよね。はい。あ、なるほど。その穴を開けるっていうのは結局目印をつけるっていうことだと思うんですけれども、この目印によっての何か問題点とかって他に何かあったりしないんですか？はい。現在のこのマーキング方法の問題点としては、小さすぎる山亀はマーキングができないです。で、また、現在のマーキング方法では、この開けられる穴のこの限りがありますので、このナンバーに限りが出てきます。で、マーキングナンバーが増えた場合は、今後マイクロチップなどの方法を取る必要があるかもしれません。確かに赤ちゃん琉球山亀さんは厳しそうですね。穴を開けるのね。難しそうだな。ね、赤ちゃんのね、数知りたいですよね。なるほど。かといってね、マイクロチップもね、これは飼育下の事例ですけども、小さすぎるとね、獣医さんに、負担が大きすぎるから、さすがにちょっと心配で入れられないよなんて話もね、よく聞きますからね。いや、ちょっと難しそうですね。このマーキングナンバー、目印ですよね。目印のナンバー番号こことこの組み合わせだから、何番ってなるんですかね。で、このマーキングナンバーに上限がある。どういうことなんでしょうか。ちょっとイメージがしにくいんですけども。これを写真を見ていただくと分かりやすいですが、はい。お写真ですね。はい。写真を。じゃはい。はい。この写真を見ていただくと、はい。甲羅の上の方が、はい。0から99、100、200、300、400、500と、左から右にかけて数字がありまして、はい、で、甲羅の下の方、尻尾がある方は、右から1、2、3、4、5。で、5の隣、尻尾を挟んで、次の甲羅に、50、40、30、20、10という、はい、このような数字の、システムを作っておりまして、はい。で、他の研究者さんの調査表を見ると、また違うシステムがあるみたいなので、はい。若干その研究者によって使っているシステムが違うんですけれども、私たちこのナンバーのシステムを使っております。はい。はい、例として、例えば501番の、亀を見つけたとすると、はい、この500番のところに一つ穴を開けて、はい。またその、下の方に1番に穴を開ける。なので、2つ穴が開く。開けると、これが501番だと。なるほど。いうシステムになっております。なるほど。なるほど。なるほど。はい、ここで実際に目印がつけられた琉球山亀さんの貴重なお写真をいただけました。ありがとうございます。こちらの亀さんは649番。マーキングナンバー649番の亀さんですね。上の右上から500番、そして左側、ちょっとね、光の加減で白くなってるようですけども、100番ですね。これ合わせて600番台ということですね。で、そして右下4、5、足すと9ですね。
そして、左側の40番というのを足すと、49ですね。ということで、合わせて649番の答え。なるほど、そういう理屈ですね。すごい、長年の疑問が解けましたね。なるほど、なるほど。ああ、なるほど、わかりました。へえ。それで、結局のところ、上限っていうのは、組み合わせに限界があるということですよね。そうですね。これでいくと、例えば、1000という数字になると、例えば500に1つ開けて、はい。 400と100に開けると、1000になるんですけど、それ以上はい。にああ、なるなるほど。と、1500とかと、そういう数字が開けられないというああ、こと。なるほど。そういうシステムだったんですね。なるほど。へえ。確かに限りはありそうですね。そうするとね。結構。でもすごい頭使いそうですね。すごいな。すごいシステムですね。へえ。ちなみになんですけど、ちょっと追加での質問なんですが、はい。ちょっと、これは、配信にそぐわなければ、配信します、カットしますけれども、ちょっと質問なんですけど、そはい。の穴っていうのは、どうやって開けるんですか？僕、長年の疑問なんですけれども。はい。ドリル、ドリル、はい。で、ウィーンっていう、例えばはい。木の板に穴を開けたりするじゃないですはい、か。はい、はい、はい。そうはい。いう感じの、私はい。たちが使ってるのは本当1、2ミリの細いドリル。細いやつです。はい。2ミリもないかなっていうぐらいの細いもので開けて、はい。それ以上の大きさのドリルで開けられるっていうことも聞いたことはあるんですけれども、はい。そのくらいの細めのドリルで甲羅の端の方はい。に穴を開けるという感じですね。なのでちょっと、私たちは電動を使ってるので、そこはい。までなんか何十分もかけて開けるというものではないんですけれども、はい。で、一つの穴は開けられるようなものなには。るほど。なるほど。それが、一般的な方法ということですね。そうですね。今のところ、現実的にこのできやすい、なんていうんですかね。なるほど。割と簡易的な方法を取られているということで、そうです。多分、勘違いというか、多分、ちょっと、思いすぎちゃってる方もいるかもしれないので、ちょっと、一応質問としてさせていただきたいんですけれども、うん。要するに、縁の部分、円光板だとか、そういった部分ですね。要するに、甲羅ってよく神経とか血管とか通ってて、亀さんが痛みを感じるよ、みたいなこと言われてますけど、はい。結局のところ、縁の部分なので、血管も神経も通ってないところを選んで、そこに穴を開けているっていう、そういうことですよね。血は出ないので、血はい。管通ってないっていうのは、はい。合ってると思うんですけど、ちょっとはい。神経になると、はい。ちょっと私でもわからないですね。よく獣医さんとかがペンライトでね、透かして、カルシウムが多いか少ないかとかね、そこの部分で、調べたりとかしますけど、そうやって調べやすい場所なんですよね。神経とか血管とかを避けているような場所ですよね。このやっぱ捕まえられること自体がストレスじはい。ゃないですか。はい。で、野生のヤマガメって結構攻撃的なんですよね。このはい。指、持ってるだけで、はい。首をこういう風にして噛んでくる。うん。ああ、なので、やっぱ捕まえること自体ストレはい。スですし、やっぱ穴はい。開けること自体ストレスなので、はい。動物には負荷はかかってるんですけども、うん。なので、できれば、この、はい。マイクロチップの方が、もしかしたら痛みはない、ストレスはないかもしはい。れないです。なので、うん。マイクロチップにした方がいいかもしれないんですけど、ちょっとはい。今のところ、私たちの資金ではできないっていうところがあって、そうですね。できれば、標識の方法も改善できればなとは思っております。なるほど。結構リキヤマガメさんとお腹の模様が結構黒くてね、結構、複雑なね、縁の黒い部分の縁の模様とか結構複雑だったりとかしますし、それぞれ傷とかね、長年生きてきた傷ですとか、顔の横のラインの模様だとかね、そういうのを結構複合的になんかね、そういうふうに模様とかで判別できたらいいんですけどね。今後、
カメラの技術とか、まあそういうのが AI の技術とか、まあ、そういうのが発展していけばひょっとしたら何かあるかもしれませんね。いい方法があるかもしれませんね。他の動物ではやられてると思います。ウミガメとかだと、はい。写真を複数の方向から撮って、はい。この亀だという識別するシステムなんですけども、ちょっと私はそこまではまだできてないですね。なので、はい、そうできる、なると一番いいですね。ああ、そうですね。負担も少なくなりますよね。ですね。マイクロチップもね、結構なんだかんだで毎回騒がれてるところがあるんですよね。いろんな動物でね。そうなんですね。なので、なんかね、いい方法があればいいのと、あとは何かね、より良いものがなんか開発とかされるようになったらいいですね。なるほど、ありがとうございます。はい、ということで、亀さんの頭数の把握の、仕方ですね。まあ、琉球山亀さんがどのぐらいいるのかとか、そういったことをちょっと今回聞かせていただきましたけれども、いやー、すごい技術が使われてますね。すごい大変な番号がいっぱいあるんですね。すごい。それを手作業でやられてるってすごい作業ですね。いやー、すごいな、びっくりした。もうなんか想像しただけで疲れてしまうようなすごい作業ですね。はい、ありがとうございます。今回は亀さんをどういうふうに把握しているか、どのぐらいいるのかっていうのをどんなふうに把握してるんですか、何匹ぐらいいるんですかっていうことを今回聞かせていただきました。はい、次回はですね、琉球山亀さんが、その沖縄現地で実際何を食べているのか、まあ通常の情報だけでもちょっとググって出てくるぐらいしかわからないですけど、実際に現地で何を食べているのかっていうのを次回はちょっとそれを聞いてみたいと思います。はい、あやさんすいません、今回もありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではまた次回をお楽しみに。以上、仮面チューブでした。また更新いたします。世界は変わり続けるけど真実は一つだけ、一緒に歩む道を探す、壁と共に未来へと、波に乗って進む、風に乗って飛ぶ、私たちにもできること、亀と共に夢を見る、仮面チューブ、実践活動と社会問題の狭間にニコリ笑ったその笑顔、光り輝くその瞳、これでですね、まあ、イメージしやすいようにということも含めまして、こちらにね、以前私が、紙粘土で作った琉球山亀さんがおります。このですね、マーキングナンバー1番のところにちょっと穴を開けてみたいと思います。まあ、動画の中では2ミリとお伝えいただいてます。こちら3ミリの穴ですね。はい。で、あらかじめお伝えしますけれども、くれぐれも本物の亀さんでやらないようにしてください。沖縄亀センターさんは学術研究目的に、必要不可欠だからこそ、そういった作業を行ってくださっております。くれぐれも本物の亀さんでやらないようにしてください。
5、4、3、2、1。ここだね。ここがマーキングナンバー1番。5、4、3、2、1。OK。5、4、3、難しいな。難しいですね。5、4、3、2、1。いや、これ大変な作業で、わかんなかった。5、4、3、2、1、ここか。難しいね。5、4、3、2、1。あれわかんなかった。5、4、3、2、1、ここか。よし。はい、ということで、マーキングナンバー1番、穴完了です。ここに接着剤を注入して固めて、そして、野生に放つということですね。リリースするということですね。はい。ということで、この子は紙粘土なんでね、記念品となりました。はい。くれぐれも本物の飼育の亀さんやその辺にいる亀さんでやらないようにしてくださいね。